犯人グループの見当は全くつかんのか？はい。ただ、なんだ？重傷を負った襲撃グループの一人が自決する直前妙なことを叫んだと。妙なこと？バーオーサルディと一言。どういう意味だ？わかりません。なぜ基地が狙われたのか。バーオーサルディ。宇宙の知的生命体に8000光年という途方もない距離を超えて人類のメッセージを送ろうという NASA のプロミシューズ計画は、ベース基地のデータバンクなどが修復不能なまでに破壊されたため事実上断念されました。また事件から10日を経てもなお襲撃グループの正体は依然謎に包まれており、FBI の総力を挙げての全国調査にもかかわらず未だに容疑者さえ割り出されていない現状です。それでは次のニュースです。マリアンヌか？そうだな。やめていやマリアンヌ。サディスト野郎！殺しだ。俺は殺しをやった。それにしても、今夜のおまわりの手回しの良さはどういうことだ？あんた、家に帰らない方がいい。いつもの奴らとは違うおまわりがあんたの居所を探してたよ。そいつら、なんだかとっても先立っててさ、それで教えてあげようと思って。ずっとここで待っててくれたのか？まあね。寒いのにすまなかったな。一体何をしでかしたんだ？いらないよ。今夜は俺のために客を取らなかったんだろ？いいって。いいからしまってくれ。私んとこ行こうか。何すんのさって言ったって。このインバイは先に連れて行け。話せバカ野郎！うちに帰って女房のケツでも舐めてやがれ！聞こえなかったのか？うわー！
誰だこいつを脱がせろ。どうかね、気分は。俺をこの部屋から出せ。元気が良くて結構。安酒、勝負と、自堕落な生活をしている君だが、鍛え上げられた昔の実力は少しも錆びついてないようだな。麻酔弾で倒れるまでのほんの数秒で、5人のプロフェッショナルをなぎ倒したとは大したもんだ、S 本田。いや、私たちの間では本当の生命を使うことにしようか。久喜小三郎君。驚いたかね。私たちは君の経歴の全てを知っておる。ソビエトにあるKGB訓練学校を首席で卒業したことも、国際テロ組織に身を置いたことも、日本の警察に手配され、偽造パスポートで日本を脱出したことも。あんた、セデックの人間だな。その通り。第二部長ジョルジュ・ラザール。君の姿はよく見えておるが、握手できないのが残念だよ。俺にどんな用があると言うんだ。話は簡単だ。君は私の指示で、ある秘密の仕事を請け負うことになる。断ったらたとえ私たちから逃れられたとしても、君は勝負とその紐を惨殺した容疑者として指名手配される。のみならず、任務遂行中の国家公務員を2人も殺害した。無宿期、死刑は免れないな。俺がマリアンヌのところへ出入りしてることを調べてはめたな。娼婦の紐に興奮剤を与えることなどたやすいこと。あんた汚えオカマ野郎だ。君は私の奴隷になるしか生きる道は残されておらんのだ。やめろ！やめてくれ！何でも命令通りにやる！おやおや、まるで壊れた人形だな。ムシクキ、君は12回でダウンした。でも決して悪い成績ではありませんよ。20回まであの苦痛に耐えた人間が過去に1人いたことはいたが、発狂してしまった。部長、こんなボロクズが任務を果たせるとは思えない。作戦は私たちでやらせてください。この日本人の能力はまだ錆びついてはいないと思うがね。その通り。あんたらをはめることぐらいは遊めしまえ。あばよ。君が。俺だ。警察と諜報機関から付け狙われる羽目となった俺が今隠れるところはパリの街でこの村木という日本人のところしかなかった。村木とはかつて日本にいた頃都市ゲリラ活動で一時期行動を共にしただけだ。だから奴が今パリで何をしているのか俺にはわからない。世界中の警察から追われている身かもしれない。ただはっきりしていることはかつて大都市東京を徹底的に破壊したいという情念を二人が誰よりも持っていたということだ。オンに切る。身を守ってくれるのは銃と金だけだ。コルトガバメント。俺がここに来たわけを知ってるな。読んだのか。娼婦とその紐殺しの犯人は S 本田。ラザールのオカマ野郎。
おまわりに俺を探させて逮捕したら横取りしようってからだ。いろいろとありがとうよ。親切ついでに街灯も借りたい。金と服は明日にでも返せると思う。村木よ、あんたとは妙な縁だが気をつけろよ。とはおっし。ラザールさんよ。さあ、話してもらおうか。何を話せというんだ。俺の仕事の中身だよ。引き受ける気になったのか。喜ぶのはまだ早い。やるかどうか話を聞いてからだ。チャーリー・ミラン。CIA の殺し屋血まみれチャーリーのことか。そうだ。私が絶対に許せんのは、そのブラッディ・チャーリーだ。アメリカと我々の国とは友好関係にある。だから、CIA がパリ支局を通じて、どういう動きをしようが暗黙の了解として目をつぶってきた。ところが奴が、プロジェクトチーム D のチーフとして乗り込んできてから事情は一変。奴は私の存在を無視してやりたい放題。パリをまるでアメリカの植民地だと思ってるぐらいにだ。 CIA がパリで活発に動き出したわけは何だ。よくはわからんが、NASA の通信基地襲撃事件と何か関係があるらしい。あの事件のことなら知ってる。それが笑ってしまうのだ。プロジェクトネームに使っている暗号の D は、ドラキュラの D から取ったというんだからな。ドラキュラね。君に頼みたい仕事は、これで分かったろう。友好関係にある CIA とあんたらは、表立って喧嘩はできない。だがドブネズミの俺にやらせれば、結果がどうなろうと、あんたは何の傷もつかない。さすがに飲み込みが早いな。奴がこのパリで何を探っているのかそれを知り、その上探っているものを横取りできれば言うことはない。正直だな。いいだろう。受けよう。条件は2つ。1つは俺を紐殺しの容疑者から外すよう警察に圧力をかけろ。もう1つは請負料は20万フラン。何？全額前金でいただく。いいな。わかった。金は明日渡す。それと、これから私と連絡するときはコードネームを使ってもらう。コードネームね。向こうがドラキュラなら、俺はコウモリとでも名乗るか？コウモリさんね。約束の20万フラン、部長から届けるようにと。ほう。奴の部下に君のような美女がいたとはね。どうも、マルグリットって呼んで。この部屋、お酢の匂いがするわ。だが、今は違う。中を確かめないの？それより、君の服の中身を確かめたいね。部長からの伝言を先に伝えるわ。CIA は通信基地を襲ったのは本物のヴァンパイアだと確信しているそうよ。本物の吸血鬼？それから、セーヌ川から CIA の工作員の死体が上がったわ。CIA の？ラザールの部下の間違いじゃないのか？ノン。死体は首を噛み切られ、体中の血が流出した状態だったらしいわ。あと一つ、ブラッディ・チャーリーたちが泊まってるホテルを教えるわ。後で聞く。私、前から東洋人の男には興味があった。
CIA の奴らか。あの人垣は？あ、ラミア・ビンダウ様です。当ホテルにご滞在中なんですよ。あの子は確かキキという。英名くらいは当然ご存知ですよね。かわいいなあ。僕彼女の写真集全部持ってるんですよ。あ、彼女どこか品がいいのは貴族の血を引いてるからなんですよ。詳しいな。ええ、彼女のことなら何でも。でも半年前から急に仕事をしなくなった理由だけはわからないんです。休養中か？俺だ。コウモリか。待っていたぞ。ぜひ耳に入れたい情報があってな。CIA の連中がこのホテルにいるのは人気スターの危機を監視するためか？彼女が休養しているのは表向きは健康上の理由になっているが、実は違う。半年前からホテルのすぐ近くに住む医師のもとに通い、密かに診察を受けているのだ。医師の名はジャン・ルイ・ブラン博士。この人物は国立血液研究所の所長であり、血液学の世界的権威だ。血液学の？コウモリ。その情報を掴んだ私の部下がチャーリーたちの手で消された。これで4人目だ。絶対に出し抜かれるんだ。ふん。そんなことより危機を診察しているというルイ・ブランの家を教えろ。俺はラザールに教えられたルイ・ブラン博士の書斎を見張った。だが博士は3日を過ぎても部屋から一歩も出なかった。明らかに誰かからの電話を待っている様子だ。しまった。ムシュ。ムシュ。ラミ、危機がどうかしたのか？危ない。吸血鬼が恐ろしい。危機が吸血鬼に襲われるというんだな。あんたを襲ったあの化け物が。違う。ラミ、あの血が吸血鬼を呼ぶ。
夢だったの。吸血鬼に襲われそうになったわ。夢じゃない。あんたは本当に襲われかけた。誰？あなたは。久喜幸三郎。今は訳あってフランス政府のために働いてる。しかし、本当のところは一匹狼。自分の利益のためだけに動く。ここはどこなの？君にとって今一番安全なところだ。とにかくこれを飲んで気持ちを落ち着けるんだ。心配するな。ここに運んでくるとき以外には、君の体に指一本触れてない。俺は君の味方だ。ラザール部長に電話を入れろ。ルイ・ブラン博士が殺された？彼だけじゃない。君を保護しようとした5人の男たちもだ。全員？そうだ。犯人は君を狙った奴と同一人物。奴は化け物だ。あれだけの人数を銃を抜く暇も与えず殺害したんだろうな。こうムッシュ幸三郎、吸血鬼はなぜ私を狙うの？俺もそれが知りたい。聞かせてくれ。なぜ君がムッシュブランの患者になっていたのか。ちょうど半年くらい前からなの。自分でも気がつかないうちに強度のヒステリーの発作と同じ振る舞いをしているらしいの。どのお医者様に見てもらっても原因は不明。その中の一人がルイ・ブラン博士を紹介してくれて。それでムッシュブランは？原因はつかめたけど、自分では確信が持てないので、親友の日本人の学者に協力してもらうって。日本人？島村淳二だったと思う。名前は知ってる。分子生物学の世界的権威でノーベル賞をもらっている学者だ。そうか。ムッシュブランが書斎にこもっていたのは彼からの連絡を待っていたのか。博士は彼に私の血液見本と診断書を送ったから、返事があるまではあまり出歩かないようにって。私どうしたらいいの？とにかくこのホテルから一刻も早く出ることだ。この格好で？うん。走れ。早く待て。あんなことして大丈夫なの？このパリで君が信用できる人物はいるか？いるわ。ジルベルト・バセール。私のおばさんでマネージャーをしてくれてるの。見失ったか。クソ。私、ジルベルトに連絡入れるわ。いや、今頃は彼女の方にも CIA の連中が張り込んでるだろう。連絡は明日、俺がうまくつける。じゃあ今夜は？信用のできる男がいる。そいつのところに厄介になる。ジルベルト！ラミア！ジルベルト！ラミア！無事でよかった。ムッシュ、クッキー、ラミアを守ってくださって、なんとお礼を言ったら。俺に見せたいものがあると言ってたが。これを見てくださる？少しの間、席を外してちょうだい。なぜ？すぐに呼ぶわ。どうしたのジルベルト。島村？島村！返事が来たのね！お願い、言われた通りにして。ルイ・ブラン博士が送った私の血液サンプルの結果が出たのね！ラミア、落ち着いてちょうだい。患者は私よ！彼より先に私が知る権利があるわ！ラミア！なんでもないわ。間違いよ。何かの間違いよ、ラミア。黙ってて！明る黒いで人。
明る黒いデヒトとは何のことだ？彼女の結晶から検出された特殊なタンパク質を島村博士はそう名付けたの。どういうことだ？明る黒いデヒトは第三の核酸だと。第三の核酸？キキの体に流れている血は人間を作るための遺伝情報を記録した核酸とは違う。全く別の核酸。つまり第三の核酸が含まれてるというの。信じられないけど地球には存在しない生命の原型になるものが潜んでいるって。地球には存在しない生命の原型。私の血の中に地球にない生命体が入ってるなんて。ラミア、落ち着くのよラミア。あなたはあなたよね。うん？あいつだ。待て！キキの喉笛を食いちぎりに来たんだろうが、そうはさせん。やろう！バカな！ムッシュ、どうなさったの？いや、キキは？かなりショックを受けているわ。彼女のいる前で手紙を出した私が軽率だったのよ。キキだっていつか知るんだ。君のせいじゃない。とにかくここにいるのは危険だ。私、家へ戻ってラミアの身の回りのものを取ってくるわ。君が戻ってくるまで彼女のそばについてる。もし場所を移すようなことがあったらフロントに伝言しておく。分かったわ。怖いの。娼婦を抱くようにか。抱いて。熱があるんじゃないのか。体が熱いぞ。心配しないで、こう。あたいの症状なの。例の明る黒いで人が増え始めているんだわ。きっとそうだわ。喋るな。こう。私、本当は。言うな。君の中に流れている血は俺と同じ。ちっとも変わっちゃいない。コウモリ、ちっとも連絡を入れてこないで何をやっとるんだ。チャーリーの部下を何人血祭りにあげようと構うが、危機を私に渡せ。断る。何？彼女は CIA にもあんたにも渡さん。それを一言言っておこうと思ってな。危機は今どこにいる？彼女の居所もわからんではチャーリーとの交渉にも臨めん。奴と取引をするのか？余計なことは
貴様の命の保証は我々がしてやる。ふん、自分の命は自分で守る。それが俺の主義でな。おい！ペーペー社42。あんたにとっちゃ懐かしいものだろう。よく手に入ったな。気に入ってくれたか。ムッシュクッキー。来ていたのか。どこへ行っていたの？武器の闇屋だ。ニュースは聞いてないのね。ニュース？キキと村木は？とにかく、この書き置きを読んで。キキはラジオで彼女の弟の誘拐を知った。君が戻るまで待てと彼女を説得したが、とても僕の手には負えない。彼女を守っていてくれと君に頼まれていた以上、彼女の実家へ同行する。4時、村木。ラザールのやつだ。罠にはまりに行ったようなもんだ。急がないと、キキはオカマ野郎たちの手に。車で追う。もっといい方法があるわ。自家用とは恐れ入ったな。このコースは何度も飛んでいるから、目を閉じていても無事につけるわ。見える？君と同じだ。真っ暗闇でも組み立てられる。あそこよ。村木！CIA か、奴だ。そうだ、セデックとの共同作戦。キキは2階だ。ここを頼む。死ぬな。あんたもな。コルベー！ふん。キキはどこだ？お前に顔を潰されたブリジットはな、仕事にも出られず、部屋から飛び降りて自殺しちまった。同じ目に、合わせてやる。キキはどこだ？ブラディ・チャーリーが連れて行った。ここにはいないのか？うちのボスとチャーリーは取引をしたのさ。NASA の基地を襲った吸血鬼どもをおびき寄せるでは、そいつらが吸いたがっている血を持つ女を手元に置いとくのが一番いいと。キキのことを言ってるのか？女を引き渡す代わりに、ヨーロッパでの CIA の活動一切の報告を義務する。キキが。よせ、ムッシュ！取引しよう。あと20万、いや、30万フラン払う。その代わり、このフランスから退去してくれ。もちろん、出国までの身柄は保証する。どうだ、ムッシュ？ありがたい話だ。だろう。条件が合えばな。金はこれ以上は出せん。本当だ。ブラッディ・チャーリーは、キキをどこへ連れてった？知らん。明日だ。空軍基地から特別機の B52 で明日アメリカに。
お前はしばらくおとなしく座っていてくれ。俺をどうする気だ？私の名はミルチア。君と協定を結びたい。今のところ我々の一番手強い相手なのでね。協定だと？吸血鬼の人殺し野郎とか？何がおかしい？君に人殺しを非難されるとはな。俺が殺したのは汚いスパイかクズみたいな警官野郎だけだ。それも身を守るためにだ。だがあんたは違う。理由もなしに端から人の喉笛を食いちぎってる。その点は私も同じだ。護身のためにしか殺しはしない。お前の言い訳など聞いてる暇はない。俺は危機を CIA の手から取り戻さなくてはならないんだ。これはもう意地だ。それは私たちも同じだ。喉笛を食いちぎるためにか？私たちは眠れる吸血神、バー王のために戦うものだ。私たちの一族はトランシルバニアの山中で5000年の間、バー王の目覚めを待っていたのだ。それが何だってんだ？危機の体の秘密に少しでも興味があるなら黙って聞いていてもらいたい。果て知れぬ過去からこの銀河系宇宙では、2つの調整官文明が存亡をかけて死闘を続けていたのだ。光明神ラルーサの文明と暗黒神ガゴールの文明だ。ガゴールの文明は君たちには理解しやすいだろう。破壊の文明であり物質文明だ。一方ラルーサの文明は何より自然との共鳴を原理としていた。ラルーサ人も恒星間を飛行し時空を超える装置を開発したが、その原理は物質ではなく霊力だった。二つの文明は共に不死性を実現していたが、型や機械装置に改造することで可能にし、一方ラルーサ人は体内でゾルーカという旺盛な生命力を持つ流体生物と共存することによって不死性を保った。このあまりにも異質な二大文明が接触した瞬間、銀河戦争の勃発は避けられないものとなり、両軍は激突した。そして戦場から遠く離れた未知の太陽系第三惑星に不時着したのが決戦の陣頭に立った霊王の乗った船だった。ラルーサの霊王、その名はバー王。バー王サルディ。バー王はムー大陸文明の神なのだ。ムー大陸？バー王はムーの人々の体内にゾルーカを移植しようと試みたがうまくいかなかった。十分な医療設備のない地球で最も簡単にゾルーカを移植する方法はバー王の唾液を直に人の体内に注入する、すなわち吸血の儀式を行うことだった。一つだけ聞く。何でも。なぜあんたたちは NASA の通信基地を襲った？白鳥座 X1 からパルスが送られてきていることをキャッチし、こっちから返答する目的で作られたたかがそんな施設をだ。かつてムーの時代に異教の仲間に霊王の健在を知らせるため塔を作り霊波を送った。だがガゴール人にキャッチされムーは滅びたのだ。白鳥座 X1 からのパルスはガゴールの罠だ。罠に引っかかってくる未知の知的生物の存在を嗅ぎつけようとしているのだ。もちろん奴隷化しラルーサとの戦争に動員させるために。地球をガゴールの侵略から救うために破壊したというのか。だが危機は一体どんな役割を果たそうとしてるんだ？危機の血はあんたたちの血とは違うぞ。いや、ラミアの血こそが地球を救うのだ。バー王を目覚めさせるには生命力の強い濃いゾルーカを体内に留めているラミアだ。そのゾルーカが
眠れるバオ王の体内に注入された時、彼は蘇る。霊王バオを蘇らせるのはラミアだけなのだ。危機を取り戻すためにだけあんたたちと手を組もう。頼むぞ。ミスター・クキ。ブラッディ・チャーリー、危機はどこだ？薬漬けでよく眠っているよ。ミスター・クキ、今のところ高度を低く飛行しておくようにとパイロットに命じておいた。君を放り出すまで成層圏に上がるなと。ミス・ビンダウ、コンパートメントに戻れ。嫌よ。押さえつけろ。怪我はさせるな。貴重な標本だ。ボス、撃ってくれ。この化け物は。この伏せろ。逃げろ。
キキ、来てくれ。こう、好きよ。キキ。どういうことなんだ？こう、あなたは血まみれで死にそうだった。でも私、どうしてもあなたを助けたかった。その時、不意に私の中で囁くものがあったの。首筋を噛んで、恋人にキスするように、私の唾液をたくさんあげれば、あなたは助かるかもしれないって。私、飛行機を止めなくてと操縦席に行ったの。パイロットは2人いたわ。でも目と目が合うと彼らはその場から動かなくなった。私悟ったの。パイロットの意志を完全に支配できる能力を自分が持っているって。キキ、自分に何が起こったのか分かってるか？わからない。でも悪いことじゃない。そう、悪いことじゃない。でもこれからどうすればいいのかしら。トランシルバニアに行くんだ。いや、行かなくてはいけない。トランシルバニア？私が？君の血が人類を救うってことなのさ。いいわ、こう、あなたが一緒に行ってくれるなら。いいさ。Let it be。え、なんて言ったの？なすがままになさしめよ。